フランス・パリの観光案内。解説はレディーススーツがお送りします。パリ。ヨーロッパの中は列車で移動することが可能です。ドイツのフランクフルトからフランスのパリへはこの列車で移動いたしました。こちらは一等車となります。横3列のゆったりとしたシートでテーブルがついております。そして荷物置き場もちゃんとついているのが特徴です。こちらはマドレーヌ寺院です。ブルボン朝の末期にルイ15世により聖マドレーヌに捧げる教会として建てられました。1805年にナポレオン1世がフランス軍の名誉を称える栄光の神殿とすることに決め、建築家ピエール・ビーニョンが古代神殿風のデザインで設計。その後ナポレオンが失脚するとルイ18世によってカトリック教会に用途が戻されるという波乱の建築物となっています。こちらはかつてバスティーユ牢獄があった場所で、1789年にバスティーユ襲撃事件が発生、フランス革命の発端となった地であります。中央に建てられたオブジェはフランス7月革命を記念するものです。今ではこの広場の周りを高級なハイブランドのショップがぐるりと囲んで軒を連ねております。パリの観光にとても便利なのがこのホップオンホップオフバスです。主要な観光地を巡る巡回バスで24時間、48時間以内ならどこで乗ってもどこで降りても自由、何度でも使えます。パリにはこのホップオンホップオフバスが4種類ほどありますので、どの会社を選ぶか迷うところです。こちらは1日約30ユーロでした。バス会社によってバス停やルートに違いがあるので注意が必要です。パリを流れるセーヌ川はフランスでは第2番目の長さの川であり、絵画や映画、シャンソンなどの音楽のテーマとしても数多く取り上げられるなど、たくさんの人々に愛されてきました。そしてこちら、パリといえばこの凱旋門ですよね。この凱旋門は軍事的勝利をたたえ、その勝利をもたらした将軍や軍隊が凱旋式を行うために作られたものです。パリの凱旋門はエトワール凱旋門と呼ばれています。この凱旋門が立つ広場はシャルル・ド・ゴール広場、そして目の前にはこのシャンゼリゼ通りが広がっています。この大きな通りをまっすぐ行くと、マリー・アントワネットが処刑されたコンコルド広場へと続きます。シャンゼリゼ通りには F1 でおなじみのルノーのショールームがあります。F1 マシンが展示してあるので、車好きにはたまらないスポットです。F1 関連のお土産品もたくさんあり、カフェも併設されていますので、穴場スポットとしておすすめです。シャンゼリゼ通りにはレストランもたくさんあります。ムール街は約15ユーロとかなり格安でした。こちらはコンコルド広場です。フランス革命ではルイ16世やマリー・アントワネットがここでギロチンにかけられました。広場に立つ一本の柱オベリスクは1836年にエジプトのルクソール神殿から運ばれてきたクレオパトラの針です。このコンコルド広場で処刑されたのは1200人から1300人とも言われております。エッフェル塔はパリの象徴となっている名所です。東京タワーなどと同じ電波塔で、あまりに奇抜な外見のため、当時は賛否両論だったようです。エッフェル塔の高さは324メートル、ブロンズ色をしています。夜はライトアップされ、花火のようなキラキラ光る電飾もあり、毎日地元の人々と観光客を楽しませてくれます。こちらはオペラガルニエです。オペラ座としてもよく知られています。ガルニエというのは設計者の名前です。
建物上部の両側には金色に輝く銅像が立ち、左がハーモニー、右がポエジーと呼ばれています。